チェコ南部の町チェスキークルムロフに行ってきました。2泊3日のドライブ旅行スタート。シアストーク。今回はチェスキークルムロフというチェコ南部の町にやってきています。朝9時頃ですかね、ブダペストを出発しまして宿に到着しました。今回も前回の夏のクロアチア旅行と同じように、私のハンガリー人彼氏のピンチェ君のお父さんと妹さんと4人で来ています。4人で2泊して1人頭7000円以下で泊まれる場所だったので、とてもお買い得だなと思いました。ちなみにこの宿はBooking.com で私が見つけました。まだ3時とか4時ぐらいなんですけど、お腹が空いたのでレストランに向かいます。朝からあんまりちゃんと食べてなかったからお腹ペコペコです。私は途中のサービスエリアでホットドッグを食べたんだけど、ピンチャは高くてクオリティが低いものを食べたくないって言って全然ご飯食べてないのでお腹ペコペコだそうです。そりゃそうだわ。今日は10月の29日日曜日なんですが、この日の深夜2時に、時計が変わりました。サマータイムから1時間また時計が元に戻ったっていう感じですかね。サマータイムの意味分かんなかったけど、ようやく理解してきました。素敵なアパート、もうお家にお邪魔したいわ。なんか地元の人おすすめのレストランがあるらしくて、そこに向かっています。あんまりこうチェコ料理のお店っていう感じの場所じゃないんだけど、まあお酒も飲めて美味しい料理も提供しているっていう、そういう場所らしいです。楽しみ。こんなところにレストランがあるんだね。あ、見えてきたかな。公園の奥にある建物ですかね。いやー、いいなー、いい場所だ。前回の私の、チェコのプラハを一人旅っていう動画が私のチャンネル史上一番伸びた動画でして、まあといってもたかが知れているんですけども、なんかやっぱり視聴者の日本人の皆さんってチェコが好きなんだなって思いました。ハンガリーコンテンツでも伸びるものを作れるように頑張りたいと思います。ただ今回もチェコ旅行なので、チェコどんなところなのかしらって興味がある人たちに注目して見ていただけたら嬉しいです。まあ今日はね、この日はただご飯を食べるだけなんで特にそんなに面白いものはないんですけど、翌日からすごい景色の街歩きが待っていますんで、楽しみに最後までご覧ください。ここがレストランですね。おー、なんか結構にぎわってますね。こっち側の席はそんななんですけど、奥側の隣の部屋の席は人でいっぱいです。やっぱりみんなビールを飲むのかね。チェコといえばですよね。ビールの消費率世界第1位のチェコですから、やっぱりビールメニューは充実していました。暖炉の隣でほかほかです。もう10月の終わりになると結構冷え込みます。ビンチェが頼んだのはスパイシーリブ。めっちゃ美味しそう。ソーセージも美味しそう。これはね、なんか煮こごりみたいな、豚とか豚のレバーとかがギュギュギュってなってるプルプルした食べ物、美味しかったです。私はなんだか無難にハンバーガーを頼んでしまいました。ピンチャのスパイシーリブがめっちゃ美味しかった。みんなで分け分けして食べたんだけど、めちゃくちゃ最高でした。今日はね、ピンチャパパがご馳走してくれました。ありがとうございます。
お腹いっぱいで最高。美味しかったなここ。宿泊しているアパートメントの入り口はこんな感じになっていて、基本無人なんですけど、1階は食事を作って食べられたりするスペースになってます。共有キッチンです。電気消しちゃった。というわけで1日目到着した日はあっという間に過ぎてしまいました。ご飯を食べて部屋でゆっくりしてお風呂に入って明日に備えます。おはようございます。翌朝です。私とヴィンチェで朝ごはんの買い出しに向かうところでございます。近くにねコープがあるらしいので、ちっちゃい地元のスーパーだと思うんだけど、ちょっとご飯を買いに行きます。静かなとこだな。宿はねチェスキークルムロフから車で10分くらい離れたところにあるんですが、コープって看板が出ておりますね。いかにも地元のスーパーっていう感じです。ハンガリーと違うものをいろいろ売ってるのかしら。その辺もちょっとチェックしてみたいと思います。買い出し完了しました。至ってこじんまりしたスーパーでしたね。しかし朝の寝起きのすっぴんひどいですね。前髪もマイケル・ジャクソンになってますけど大丈夫ですか？ピンチャはなんかこの酢漬けのお魚みたいなのを買ってました。めっちゃ気になる。いやー、ピンチャこういうところで謎に勇気あるんだよね。チャレンジャーだな。ここは全然中心地でも何でもない広場なんですけど、素敵なとこですよね。何？もう秋色が似合いすぎる。これがヴィンチェの朝食。この魚めっちゃ美味しかった。フォークは立てちゃダメだよって日本に来る前に教えてあげよう。私はこれを買ってみました。前ねチェコ旅行した時に列車の中で食べたやつと一緒。クネドリークってやつかな。ブランボロベクネドリーク。これのね冷凍食品が売ってたからちょっと簡単に調理して食べてみたいと思います。お湯でボイルするだけみたい。簡単だ。味もね列車の中で食べたやつより美味しかったよ。さて朝食も済んで腹ごしらえもしっかりした上で街に繰り出していきます。ここがチェスキークルムロフのちょうど入り口っていうかなんていうかエリアに入るところですね。もうすでにやばい。めっちゃ良さそう。しかし調べてみると意外とこの町歴史が複雑でして、第一次世界大戦まではハンガリー・オーストリア帝国の一部だったそうなんですけど、その後は結構いろいろあってドイツ系の住民たちが追放されたりとかしてかなり町がすさんでいたそうです。わあ面白い。こんなの見たことない。遊び心満点のドアですね。本当にファンタジーの世界だ。それでだから戦後結構廃れていた街を1960年以降チェコの民主化運動の後にようやくこの美しい街を修復して保全しようっていう活動が始まったそうです。今はこれだけ立派な観光地になってるから、大変な苦労があったんだろうね。戦時中はね結構ドイツ軍の基地が近くにあって街が結構破壊されたっていうことなんですけど、それでも立派な建物いっぱい残っててよかったな。というわけで私のウィキペディア情報かいつまみ情報をもとに
ちょっと街の風景も楽しんでいただければと思います。一緒に歩いていきましょう。まだまだね、ここは中心地からは遠い場所なんですけど、こんな感じで川が流れております。ちょうどね、川に囲われたようなところに町があるんですよね。初めて来た町だけど、このシーズンがドンピシャで一番いいんじゃないかな。秋が似合いすぎるのよ。さっきも言ったけどこの街並みがね、オレンジと黄色の木々でもう映えまくり映えまくりです。本当にちょっと後でじっくり景色をお見せしたいと思うんですけど、ここはなんかシアターなのかな。ホテルもありますね。この辺のホテルいくらくらいするんだろう。高いんだろうな。わあ、すごいね。結構高いところに建物が建ってるんですね。川沿いだからそうか。ちなみに前回の動画から皆さんお気づきかもしれませんが、ビンツェくん髪を切りました。私が髪を切りましたどうですか？大丈夫そうですか？だんだんとお城が近づいて見えてきました。わあ、お城の下には同じような高い教会がありますね。やっぱりお城は一番高いところにないとね。すごすぎる。めちゃくちゃかわいい。見てください、この可愛らしさ。ちょっと素敵すぎますよねすいません、他にいい言葉が思い浮かびません。こんな感じで一応サムネになりそうなところではこんな風に立ってみたりなんかしちゃったりしてYouTuber やってます。曲がりなりにもねもういいわ。ちなみに私のお気に入りはこのお城の下の方にある岩肌が飛び出しているところです。ファンタジー味がありすぎる。こういう壁プラハにもあったよね。思い出すな。だんだんと街が賑やかになってきました。いよいよ中心地みたいですね。お土産屋さんが立ち並んでいますクルテクの話してますね。チェコではクルテク、ハンガリー語でなんて言うんだっけな。もうモグラの直訳だったと思うんだけど、ハンガリーでも人気のアニメだそうです。すごいね、上海っていう文字が見えましたよ今。上海レストランってもう中華料理屋どこにでもあるな。ここにあるんだからほんとすごいですよ。ヨーロッパの観光地っていいよね。こういうところとかちょこっと入るのなんか無料で入れるし、教会だってだいたい無料で中まで見れるし、私みたいに街歩くの大好きな人間にはたまりません。建築を見てるだけで幸せって感じ。教会の中を見てみようっていうことになりました。中に入って様子を見てみましょう。
おー、かなり立派な教会です。プラハで見たような独特のアーチでこう作られている天井がここでも見られますね。素敵だ。教会とか神社とかお寺とか祈りの場ってすごい心が落ち着きますよね。どうでしょうか。京都のおばあちゃん見てるかな。ビンちゃんもね、カナのおばあちゃんがお祈りするんだからしっかり写しとかないとって言って立派なパイプオルガンもついてますね。音聞いてみたいな。この建物の屋根部分とかめっちゃいい。かわいいね。こう坂の上にね、いい建物が建ってるのも好きだし、ここの広場もザ・チェコって感じの建物が並んでます。プラハのビルじゃないか、建物よりももっと小ぶりで、なんていうんだろうな、おもちゃ箱感がありますね。より可愛らしい感じ。こういう細い路地があるのもヨーロッパならでは。出発前からビンチャが行きたがっていた画材屋さんがあったので入ってみます。この装飾がめっちゃ面白いの。指型の絵の具チューブがベベベベベって上に貼り付けてあります。思ったより中はこじんまりしてますね。文房具とか子供用の塗り絵とかも売ってます。ビンチャが言うにはハンガリーで買うより安いものが結構たくさんあったみたいです。チャコールペンシルを買ってたのかな。結構ビンチャは時間をかけてゆっくりお買い物をしておりましたね。この後私たちはランチを食べて、その後お城の方を散策していくんですけど、その動画は後編で、また次回をお楽しみに。バイバイ。ロマンチックな星空にあなたを抱きしめていたい。南風に吹かれながらシュールな夢を見ていたい。見えない自由が欲しくて見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。トレイントレイン走って行け。トレイントレインどこまでも。トレイントレイン走って